パート75始めていきましょう。今回は小三治御殿の周辺を完成させる予定です。高部屋や庭園を作っていきたいと思います。小三治御殿の上の間正面にあった庭園から作っていきます。土塁沿いにまずは池を作ります。土を掘り起こしていきましょう。適当に池の形になるように土を掘っていきたいと思います。今回作る池は本丸御殿に比べて小さなものになります。一辺が3マスを超えないように掘っていきたいと思います。いい形にくり抜けましたね。ということで、池の縁になる部分に丸石を置いていきます。丸石の上にさらにハーフブロックの丸石を置いていきます。池の縁部分が出来上がりました。池の中を装飾していきたいと思います。まずは一段深い部分を作っていきます。さらに一部分を深く掘っていきます。掘った場所に砂利を置いていきます。ソウルサンドを置いて水が湧いている様子を再現します。これで深い部分は完成ですね。こちら側には小さい石の山を作っていきたいと思います。石を適当に並べていきます。水を入れていきましょう。低い部分から水を満たしていきます。池が完成しました。池の周りも作っていきましょう。一段盛り土をしていきます。盛り土に合わせて丸石を置いていきます。小三治御殿は城主の憩いの場として建てられた場所なので、目隠しになるような花壇を作っていきたいと思います。庭園の入り口になる部分にも丸石を置いていきましょう。月屋の裏側も盛り土をしておきます。盛り土を作ることでだいぶ仕切りっぽくなってきましたね。というわけで、盛り土をした場所に何箇所か松の木を作っていきたいと思います。松の木の形を作るべくアカシアを植えていきます。木が成長するまで盛り土をしていない部分をすべて削っていきたいと思います。草ブロックの草を削ることで湧き潰しにもなりますね。
今回のメイン、高部屋を作っていきましょう。まずはマングローブの根を回収して黒樫の原木を置いていきます。高部屋を作るにあたって鷹の生態に触れることが多かったですね。野生の鷹を捕まえて飼育していた文献が多く残っていました。鷹部屋の参考資料を見ているだけなのに、鷹の飼育方法についてだいぶ詳しくなりましたね。骨組みを作っていきましょう。右端の1本を残して骨組みを作っていきます。この3本の柱に囲まれた場所に鷹部屋を作ります。本丸側には窓があったので、窓枠を作りながら骨組みを作っていきたいと思います。ここにあった窓は無双窓といって、徐々に開けることができるような窓だったそうです。戦国時代や江戸時代はほとんどの場合、野生の鷹を捕まえてきて上京していました。そのため人に慣れるまで暗闇にする必要があったので、真っ暗にできる窓が付けられていたそうです。骨組みが完成しました。鷹部屋は全て同じ形で作るので、まずは一部屋完成させたいと思います。壁から作っていきましょう。白漆喰の壁を作ります。内装を作っていきます。まずは休み棚を置いておきましょう。張り箱を作ります。ここに畳をかけていたものを旗で表現していきます。これは矛の向こう側に見える畳ですね。というわけで矛を作っていきましょう。鷹が止まれるようにトラップドアで再現します。これで細い柱に支えられた矛が再現できたので、表側の畳も旗で作っていきます。鷹部屋の入り口部分を作っていきます。まずはトラップドアを置きます。このトラップドアの裏側にクォーツの階段を置いて壁を作ります。鷹部屋内に餌や水を入れる口ができました。下の水差し口とつながる水舟を作ります。ハーフブロックの高さで水を入れておきます。この水舟は水浴びをするための場所ですね。上側の餌を入れる餌し口の裏側には枝菜を作ります。これで鷹部屋の完成です。最後に扉を置いておきましょう。実際には荒し戸と呼ばれる一本引きの板戸でした。同じように他の鷹部屋も作っていきましょう。今回はいろんな文献や資料を参考にさせていただきました。その中でも浜離宮にある鷹のお茶屋は鷹部屋が復元されているので、もし興味がある方はぜひ遊びに行ってみてください。鷹部屋がすべて完成しました。ということで垂木を作っていきます。今回は奇数幅なので真ん中にハーフブロックを置いて作ります。板吹きの屋根を作るので頭皮で垂木を作っていきたいと思います。屋根を作っていきましょう。垂木の外側に頭皮のハーフブロックを置いていきます。鷹部屋の屋根は切り妻屋根を作っていきます。屋根ができてきたので天井を作っていきます。鷹部屋の天井は竹で作られていた霞天井と
ということで、竹の階段ブロックを使って再現していきます。天井が出来上がったので、屋根を作っていきましょう。屋根の一番上の部分には屋根を支える骨組みも作っていきます。板吹きを抑える石を置いて屋根の完成です。最後に軒を作っていきます。天井と少し開けることで軒離れをした後の鷹が休憩する場所を作っておきます。鷹部屋の前、この場所には庭子を作っていきたいと思います。庭子は鳥小屋のようなものだったそうですね。鷹の代わりにオウムを連れてくる予定なので、庭子にはコッコたちに住んでもらおうと思います。というわけで、卵回収装置を作っていきましょう。今回作る装置は始まりの村とは違う形で作ります。アカシアの村にある作物回収装置と同じようにホッパーで卵を回収する装置を作っていきます。集めた卵を上の階層へ運ぶためにドロッパーを使います。ドロッパーにホッパーをつなげていきましょう。回路を作っていきます。ドロッパーに卵が入ったら打ち出す装置ですね。アカシアの村にある装置と同じように作っていきます。装置ができてきたので骨組みを作っていきます。骨組みが完成しました。ということで、まずは装置の部分から壁を作っていきます。ドロッパーからチェストへ運ぶ装置も合わせて作っていきましょう。この形を重ねて上に上げていきます。今回の回収装置は3段で作っていきます。ホッパーに水を流して回収装置の完成ですね。草ブロックのままだと回収できないので草を剥いでおきましょう。あとは建物を作っていくだけです。壁から作っていきましょう。天井を作っていきます。梁を通してから天井を作っていきたいと思います。屋根を作っていきましょう。高塀との交差があるので入り口部分のひさしが大きい屋根を作ります。庭子に接続するこの建物は腰掛けだった可能性があります。ひさしを大きめに作ることでひさしの下に腰掛けが作るように作っていきます。庭子の屋根も作っていきましょう。こちらの建物にはたるきを作ってから屋根を作ります。高部屋と同じく今回は切妻屋根を作っていきます。
外装を仕上げていきましょう。階段で腰掛けを作ると少し高くなってしまうので、今回はハーフブロックを置いておきます。庭子が完成しました。庭子と高部屋があるこの区画へ入る入り口部分には板書があります。というわけで板書も作っていきましょう。この板書と同じ形で作っていきます。高部屋の外側、内堀沿いには蔵へと続く道に板書があります。こちらの板書も作ってしまいましょう。今まで作ってきた 2件×3 件の板書と同じものを作ります。板書が完成しました。残す建物はここだけなのですが、動画の編集時間の兼ね合いで後回しにしておきます。というわけで、今回建ててきた建物の外側に高塀を作って囲んでいきたいと思います。後回しにした建物は高夜居所だったと言われている建物ですね。とはいえ昔の図面では方形の屋根をした建物とされていて、鷹の飼育係だった鷹城の居所だったとも言われています。今回は鷹城の居所として建物を建てる予定でしたが、どうしても時間的に間に合わなそうなので、感謝祭で建築してもいいかなと思っています。次回の感謝祭200分を予定しているので、もし他にも何かご要望がありましたら、ぜひこの動画へコメントいただけたらと思います。というわけで、高塀を仕上げて今回は終わりにしたいと思います。パート75、高部屋を作る、いかがだったでしょうか。これで小三治御殿エリアの残すところはこの鷹城居所のみとなりました。とはいえ高部屋のオウムもまだ1匹もいない状態なので、感謝祭では居所の建築をする他にも高部屋のオウムを集めに行くのもいいかもしれませんね。鷹城居所については次回の動画でこちら側に蔵エリアを作っていく予定なので、その際に作るのもありかなと思っています。というわけで今回は高部屋と庭子を作ってみました。奥には庭園も作りましたね。次回は久々の感謝祭です。コミュニティでも詳しい時間を告知させていただきますので、お時間合う方はぜひ遊びに来ていただけたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。